皆さんこんにちは、マロンパパです。これから暑くなる夏の車中泊、皆さんやはり気になるのはポータブルクーラーだと思うのですが、私たちが乗っているこのバネットは狭いので大きなポータブルクーラーを乗せるスペースがありません。助手席に乗せようにも助手席の背もたれが倒れません。さらにクーラーを動かすための大容量のポータブルバッテリーも持っていません。ということで諦めていたんですけれども、小型で消費電力が少ないポータブルクーラーがあるというお話をいただいたので、今回検証してみることにしました。それではこちらのポータブルクーラーを簡単に説明します。名称がゼロブリーズマーク2、冷却効果 700W、 冷房定格 240W、 寸法長さ 51cm、 幅 25cm、 高さ 28cm、 重量 7.4kg、 音量 52dB です。ゼロブリーズマーク2には専用のバッテリーが用意されています。リチウムイオン電池、電池容量は 24V35Ah、 840Wh 相当です。DC 入力は 18V から 36V、 充電時間は5時間から6時間、 DC 出力 12V5A、 USB はタイプ C とタイプ A があります。重量 5.5kg、 サイズは長さ 52cm、 幅 21.6cm、 高さ 5.8cm です。充電残量はインジケーター5段階で表示してくれます。取り付けるのは簡単で、上からガチャッと入れて後ろに、これでセット OK です。接続は専用のケーブルでそれぞれをつないであげます。そしてスイッチオン。こんな形ですね。クーラーの設置場所は運転席と助手席の間にします。そこに板を敷いてます。前にはサイドブレーキがあって、ちょっとこれが邪魔になるので、その手前で止めるようにしてます。沈み込まないように板を渡してその上に乗せてます。じゃあ実際にクーラーを乗せてみます。前席と後席の間はカーテンで仕切っています。これで断熱が十分かは分かりませんが、とりあえず前の暖かい空気はこれで遮断できると思います。そしてポータブルクーラーの背面にはダクトを取り付け用のこういったアタッチメントが用意されているので、こうですね、これで取り付けられると。はい、これが排気ダクトを取り付けた状態です。これでこれを曲げてあげて助手席側から出してあげるということですね。ピタッと。はい、先ほど書き写した養生シートをハサミで切り取りました。で、今段ボールに載せてるんですけれども、この後線をなぞっていきたいと思います。ここに穴を開けていくんですが、ゼロブリーズの梱包材にダクトの穴が開いてるんで、これを利用していきたいと思います。これがちょうどセンターなので、センターに合わせてこんな感じですかね。ここに丸を2つ書いていこうと思います。はい、後ろの排気ダクトはこんな感じです。助手席の窓から出しています。今回の検証の目標は車内温度26度以下。これは以前から動画の中でお話ししているんですけれども、経験値としてバネットの車内26度以下であればなんとか寝られる温度です。そして外の気温は熱帯夜である25度以上。最近は30度近くまで上がる超熱帯夜というのもあるので、できればそこまでいけたら嬉しいなと思います。現在時刻は2時17分です。外の気温は25度です。車のフロントガラスの温度は29度、車内は29度、車内後方29度、運転席後方は30度。はい、それではゼロブリーズのスイッチを入れます。現在ストロングモードです。この車内温度29度が26度以下になってくれれば嬉しいです。バッテリーの消費電力は 215W です。今風の向きは一番上向きに上げて天井に当たる感じですかね。当たって後ろに回って、で今扇風機で下に送ってます。マロンも元気です。マロンどう？快適？大丈夫そう？今んとこ平気だね。全然口開いてないですね。はい、2時半になったので温度を測っていきたいと思います。外の気温は25度です。
車のフロントガラスの温度は29度変わらないんですけれども、車内温度は27度と早くも下がってきました。車内後方は28度ですね。運転席後方は29度です。結構吹き出し部の近くは冷たい風に当たるんで寒いぐらいです。で、後ろはそこまでいかない。まあでもそこまで暑い感じではもうなくなってますけどね。だから前後で少し差があるんで、やっぱり扇風機とかで空気を回してあげるのが効果があるかもしれないですね。この運転席の後ろなんですけど、今カーテンで仕切ってるんですが、今27度ぐらいですね。運転席からの熱がこのカーテンを通してくる感じですね。ですからこのカーテンを断熱性の高いものにすれば、さらに冷房効果は高くなると思いますね。それからドアのトリムなんですけど、熱くないですね。むしろ冷たく感じるぐらいなんで、ここは問題ないと思いますね。ただ窓からの熱ですかね。このカーテンの向こう側はほんのりあったかい感じなので、このカーテンも断熱性の高いものにするとか、あとはシェードを貼るとまた違うと思いますね。マロンも肌寒くなってきた感じですね。抱っこしてきました寒い？寒くはないよね。よかったね。涼しくてよかったね。はい、3時です。温度を計測していきます。外の気温は25度です。フロントガラスの温度は28度、車内温度は24度、車内後方の温度は24度、運転席後方は27度。はい、このゼロブリーズなんですけれども、大きさが普段私たちが持ち歩いているシュラフよりも小さいので、これから夏に向けてシュラフの代わりにこのゼロブリーズを持ち歩いても全然荷物にならないと思いますね。はい、3時17分です。開始から1時間経ちました。温度を見ていきます。フロントガラスの温度が27度、車内は24度、車内後方は24度、運転席後方は26度、外の気温は25度、小数で 24.5 度なので、25度を下回ったので、ここで検証を終了します。はい、検証から開始1時間で外の気温が25度を下回って熱帯夜条件ではなくなったので、検証としてはここで終了します。結果としては現在小数表示で 23.8 度、開始当初が 29.1 度でしたからだいぶ下がりました。効果はあると思います。ただしですね、今回の昼間の条件と夜の条件とでは変わると思うので、熱帯夜の時にまた検証してみたいと思います。それから超熱帯夜ですね、30度近くになる時に果たしてどこまで下げてくれるのか、その辺も無理のない程度に検証したいと思います。約1時間の使用で 1000Wh のポータブルバッテリーは残量が 76%、240W の消費でした。1時間でドレーンの水は 600cc のペットボトル約半分ですね、溜まりました。なのであれだけの量を除湿しているので、体感温度としては実際よりも低く感じているんだと思います。はい、日が変わりまして、今日はとっても天気が良くて日差しもあるので、日中の検証をしてみたいと思います。はい、13時11分です。それでは計測を開始します。気温は26度です。フロントガラスは32度、車内は26度、車内後方は28度、運転席後方は28度。スライドドアは閉めて窓は開けておきます。それから後ろのハッチワックも半開きにしておきます。扇風機を回しておきます。ではスイッチを入れます。モードは一番強いストロングモードです。じゃあマロンは撤収です。マロンおいで、帰るよ。おいでマロン大体ね、いつもこんな感じなんですよ、撤収するとき。はい、おいで、口で。はい、おりこ。はい、帰ろう。1時半を少し過ぎました。温度を見ていきます。気温は26度です。車のフロントガラスの温度が31度。車内は25度。車内後方は27度。運転席後方は28度。はい。車内はすでに快適な感じですね。窓は閉め切ってないので、
風は若干外から入ってきます。そしてゼロブリーズの冷たい風が当たるので非常に快適です。マロンもリラックスしてます。全然口開いてないですね。ハーハーしてないです。もうすっかりリラックスしてます。このぐらいだったら昼寝ができますね。はい、2時過ぎです。開始から約1時間が経ちました。では温度を見ていきます。気温は25度です。フロントガラスの温度が30度。車内は25度。車内後方は27度。運転席後方は28度。はい、体感的にはゼロブリーズの冷たい風がこう回っているので、実際の温度よりですね、快適です。車内の後ろの方にいてもそれほど暑さは感じません。はい、ということで、ちょっとの時間であればマロンのお留守番もひょっとしたら大丈夫かもしれないです。それではですね、今度は窓をすべて閉め切って、でカーテンも全部閉めて、それで中の温度がどんな風に変わっていくかを見ていきたいと思います。現在14時11分です。気温は25度。車のフロントガラス温度が30度。車内は25度。車内後方は27度。運転席後方は28度。はい、2時41分です。約30分が経過しました。気温は26度です。フロントガラスの温度が29度。車内は23度。車内後方は25度。運転席後方は26度。はい、外は結構日差しがあるんですけれども、車内は涼しいですね。約30分間でしたけれども、かなり冷えてきました。効果があると思います。マロンはもうかなりリラックスしてます。このまま寝ちゃうんじゃないかっていうぐらい。車両はバネットなんですけれども、このぐらいの室内の広さであれば十分冷える感じですね。ただしフロントとこちらの部屋はカーテンで仕切ってます。小さくしてます。温度が下がった要因の一つは吸い込み口を車内に入れてるんですね。ですから冷たい風が車内を回って全体に冷えた空気を吸い込み口で吸って、さらに冷えた空気が出てくる。その繰り返しなので全体の温度が下がってきたんじゃないかなと思います。もう30分ですね。このままの状態でどこまで下がるのか様子を見たいと思います。はい、3時11分、開始1時間が経ちました。気温24度。車のフロントガラス28度。車内23度。車内後方24度。運転席後方25度。ストロングモードで約2時間使用してバッテリーの残り残量は 64%。1000Whのバッテリーですから360W 消費したことになります。はい、ママが帰ってきました。ただいま。マロンも一緒に来ました。あ、涼しいじゃない。涼しい涼しい。扇風機もついてから余計なんじゃないですか。これをね、ゼロブリーズをね、上に向けて、天井を冷やして、でこの扇風機で回してる、そんな感じ。上を向けてっていうのは？これ。向きが変わるの。本当だ本当だ。下向けちゃうと暖かい空気動かないから上で、それをそう回そうという扇風機でね。そうね。これ何度なの？気温が。現在は車内の温度が 26.8 度。普通の 26.8 度よりも涼しく感じる。扇風機の風と、冷たい風が動いてるからね。全然快適だよ。生きるこれで。で夜もこのぐらいだったら寝られるかな。そうだね。夜中はだいたい冷えるから外がね。だから夜中までつけてなくても、ご飯の時だよね。でも思ったより涼しいと思う。もっと涼しくないかなと思ってた。車のエアコンを効かせてるような感じ。そうだね。涼しい。よかったね。すごい快適。眠くなっちゃう。疲れたので横になってますが寒いです。この半袖の部分が冷たくなってるし、一枚タオルケットかけたい気分。扇風機の風が冷たいからなんか頭が痛くなりそうな冷たさというか寒さです。冷えじゃないんだけど、十分涼しい。そうだね。はい、また一つ心強いアイテムが増えました。今までは夏の車中泊は控えていたんですけれども、今年は挑戦してみたいと思います。
この動画がいいねと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまた見てくださいね。